はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、一番最初に皆さんにちょっと質問があります。スクワットでしゃがむ前に両足に外旋のトルクをかけていますかっていう質問ですね。ピンときた方は素晴らしいですし、ピンとこない方、今日詳しく解説していこうと思うんですが、今日の動画はどういう人向けかっていうと、スクワットや足トレやってるんだけども、なかなか臀筋、お尻に刺激が入らなくて、お尻がなかなか成長しない人、膝の痛みがある人、姿勢が悪い人ですね。スクワットで過度にニーインをしてしまう人、その方にはすごく参考になるかなというふうに思います。で、僕のお尻ってアメリカに来てすごく褒められるんですよ。アメリカって女性だけじゃなくて男性のお尻ってすごく評価が高くて、男性でもしっかりしたお尻、丸いお尻があるとチャームポイントというかその魅力的な男性の体のパーツとして評価が高いです。日本と比べて。そうなんですが、僕高校時代まで野球をやってたんですけど、10年間野球をやってきたんですけど、高校時代僕お尻全くなかったです。お尻ぺったんこでした。それはもともと僕が細かったっていうのもあるんですが、それ以上に僕がそもそも日常生活や野球のトレーニングの中でお尻を使って生活ができていなかった。お尻を使う感覚が全くなかったっていうところが問題だったなと今振り返ると思います。そこから僕お尻が使えるようになって、お尻を発達させることができて今に至ってるんですが、なのでこのトルクをかける、外旋をかけるっていうのがお尻を発達させるため、お尻を使って生活するには必要不可欠な要素になってきます。すごく細かいものなんですが、すごく重要なものになってくるので、皆さんの参考にしていただければなというふうに思っています。野球やってる人ってみんなね、お尻しっかりしてて、太ももしっかりあって、下半身しっかりしてるイメージあると思うんですよね。やっぱり守備の場面でも低い姿勢で常にいるし、足のトレーニング、パワーをつけるために足のトレーニングもしっかりやるんで、野球やってる人ってみんなこうお尻とかしっかりしてるんですけど、それでもやっぱ僕つかなかったんですね。それはなんでかっていうと、やっぱりお尻を使えてなかったんですよ。お尻を使えてない原因としては、別の動画でも解説してるんですけど、足の指が使えてないと、お尻とか腹筋とか使って、立って姿勢を保つことができないよって動画も撮ってるんで、興味のある方はそちらを見てください。で、足の指を使えるってことは前提条件なんですが、足の指を使った上で次、大事になってくるのが、この外旋の動きになってきます。で、単純につま先をこう開けばいいのかって、これ全然別物なんですよ。このつま先の位置、何でもいいんですよ。ここでもいいし、ここでもいいんですけど、定まったところから、この大腿骨を外に外旋させてトルクをかけるんです。こう。こう。そうすると、もう皆さんやってもらうとわかるんですけど、このお尻、もう刺激入ってます。もう収縮かかってます。で、インナーコアですね。お腹も腹筋も締まってる状態になります。この上でスクワットに入っていくっていう形です。ちょっとわかりやすいように脱ぎました。まず最初に足の向きは人それぞれで大丈夫です。股関節の柔軟性とか可動域って人によって違うので、すごくネローでつま先まっすぐの方がいい人もいるし、ワイドでつま先を開いた状態の人もいるし、狭くて開いてる状態の人もいるし、これはもう自由です。ただ、どの位置からでも、外旋、トルクをかけてほしいっていうことになります。じゃあ僕のスタンスで言うと、僕結構ネロースタンスが好きなんですよね。ネロースタンスで、つま先も結構まっすぐめです。こっからトルクをかけていきますね。今、膝まっすぐな状態です。つま先と同じ状態です。こっから外旋させます。こういう動きですね。こういう動き。こういう動き。こういう動き。よく勘違いしてるのが、もうつま先からこう広げちゃう。これって外旋なんですけど、トルクはもう抜けてるんですよ。これゼロトルクです。じゃあ今度開いた状態からもっと外旋させていきます。人によってはこうつま先開いてる方がいいっていう人もいるんで、この状態からトルクをかけます。かけます。戻す。かけます。戻す。かけます。なので、つま先の位置っていうのは変わらないんですよ。つま先の位置を定めてから外旋、定めてからトルクをかける。これが大事になってきます。これって、でもスクワットだけじゃないんですよ。本来人間が立って生活をしているところで、常に
この一連のメカニズムが起こってなきゃいけないんですよ。この意識をせずにこういう状態で筋肉を使って立ってなきゃいけないんですが、それが使えてないと姿勢が悪くなってたり、腹筋が抜けてたり、お尻が使えなくて、全くお尻がなくてぺったんこの人もいると思うんです。僕もそうだったんですよね。お尻を使って生活できてないので、お尻はそれは発達しないんですよ。足の指でしっかり地面を捉えて外旋をかけると、もうお尻はしっかり収縮かかって腹筋も締まってる。ここまで固まっちゃうと上の姿勢っていうのは自然と整ってきます。なので姿勢の悪い方もこの足から見直していただきたい。で、この外旋の動きを指導しているトレーナーっていうのはアメリカでも少ないんですよね。なかなかそこまで見れてるトレーナーさんっていなくて、僕はそのアメリカだけじゃなくて海外のいろんなジムに行く機会って多いんですけど、そこでパーソナルトレーニングをやってる場面っていうのを見るんですよね。で、こういう細かいところを指導できてるトレーナーさんもし見つけたら、このトレーナーさんは勉強してるな。このトレーナーさんは知識があるなっていうふうに、僕は判断できるような、すごく細かいけど重要なポイントになってきます。で、よくブルガリアンスクワットでこう足をかけてこう下がっていくときに、膝がこういうふうに入って下がっていく人いるんですよね。これは完全にこのお尻、このヒップアブダクターですね。ここが弱いから膝が入ってきます。これは同じですね。スクワットで下がっていくとニーして上がる人。これが過度の人もこのヒップアブダクターが弱いです。なので、ここをしっかり使えるようにトルクをかけてしっかり姿勢を正す。しっかり立つ練習から始めていくと、トレーニングが入った時もしっかりとこの電筋を使った状態でトレーニングができるかなというふうに思います。で、最初なかなか難しいと思うんで、こういうラバーバンドですね。僕お客さんによく使わせるんですけど、これを膝の下あたりにこういうふうにしていただいて、で、しっかり立つと。もうこれだけでもうお尻にしっかりともう意識がいくんですよね。しっかりこう外旋をかける、トルクをかけるイメージがつくので、なのでこれを使った上での、スクワットはすごく有効になってきます。メインセットまでこれでお客さんにやらせることもあるし、ひどい場合ですね、そのヒップアブダクターが弱くて、その意識づけをさせるためにメインセットまでやらせることもあるし、人によってはウォーミングアップの時だけこれをしてやってもらうっていうパターンもあるんですけど、これはすごく一番手っ取り早く体に身につけさせるいいツールになっているので、ぜひ使ってみてください。僕のこのお尻ってもうほぼスクワットだけで作ってきたって言っても過言ではないです。でもそのスクワットもしっかりとお尻を使えるようなスクワットをやってるかどうかっていうことがすごく大事になってきます。当然、ハイバー、ローバーって皆さんもご存知だと思うんですけど、ローバーの方がこの上半身の前傾が強くなるんで、この電筋、ハムストリングスにもっと刺激が入るっていうのは、それは当然みんな知ってる通り、それもそうなんですが、この外旋の動き、足のトルクをかけるってこの動きをやるだけで、お尻への刺激は格段に上がります。また、このトルクがかかってる状態だと膝ってものすごく安定するんですね。膝がこうブレにくくなるし、ここが逆に弱いと膝っていうものはブレてきます。なので、ジムにあるヒップアブダクター、ヒップアダクターのマシンありますよね。こう足を開いてパカパカやるやつ。あれは女性のトレーニングって思ってる方もいるんですけど、男性にもやってほしいトレーニングです。あれもしっかりとこのお尻の外側の筋肉、内側の筋肉、しっかり鍛えることで足の安定性っていうのをついてくるので、しっかりとこの外旋の動きとこのお尻の外側、ここを鍛えることによって姿勢は良くなるし、スクワットも安定してくるし、お尻への刺激っていうのはもっともっと入ってくるようになります。このトルクがかけられてない人は、やっぱりどうしてもこの膝に負荷が乗ってきやすくなります。やっぱりこのヒップアブダクター、このお尻の外側でこう足を外旋させて、しっかりと一直線で足をロックできてないので、膝がかなり不安定になるので、膝に負荷が乗って、膝の怪我だったり膝の痛みっていうのにつながってきます。なのでかなりスクワットやっててもこの膝の上回り、膝とか膝の上、この辺ですね。この辺に終わった後にパンプ感だったり、そこに刺激が乗ってきてるなっていう感覚があるんですけど、この一旦このトルクをかける、外旋をかけて、スクワットしゃがむ前にお尻のこの外側にしっかり意識が乗ってる状態でしゃがんでいくと、
全く刺激って変わってくるので、今日からすぐ試せることだと思うので、ぜひ試してみて、感想、コメントがあれば、ぜひコメント欄の方にいただければ幸いです。今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。